こんにちは。店のインテリアのバイヤー加藤です。センスのいらないインテリアシリーズでは、何かお部屋がいまいちだけど何を変えればいいかわからないという初心者の方や、もっとお部屋を過ごしやすくてリラックスできる空間にしたいという方に向けて、お部屋作りにまつわるたくさんのテクニックをご紹介しています。リセノはインテリアの楽しさをもっとたくさんの人にというミッションのもとに、インテリアの基本を発信しており、こんな風に本も出版しています。リセノの店舗や全国の書店にて販売していますので、ぜひお手に取っていただけると嬉しいです。そしてこのシリーズは本で紹介したセオリーの続編です。本で紹介したインテリアの基本セオリーに加えて、スタイリングにフォーカスを当て、お部屋が垢抜ける方法をお伝えしていきます。さて、前回は円形をお部屋に取り入れて空間の印象を和らげるというセオリーについて解説してきました。まだ見てないよという方は概要欄からご覧いただけますので、ぜひチェックしてみてください。第2回目となる今回は、空間を上、中、下に分けてスタイリングするというアイデアについて解説したいと思います。このセオリーについては、1、空間を上、中、下に分けて考える理由、2、上、中、下の空間の特徴とスタイリングの効果、3、上、中、下の空間を美しく彩るためのスタイリングアイデアという3つの項目に分けて解説していきます。まず空間を上、中、下で分けて考える理由についてです。必要な家具を揃えたけれど何か物足りない、ごちゃごちゃしているところとぽっかり空いているところがある、そんなお悩みはありませんか？このお悩みに共通しているのは、空間の配置バランスが悪い状態だということです。リセノでは上空間、目線の高さ、中空間、主役の家具、下空間、床と、それぞれの空間ごとに足りないを認識して必要なアイテムを配してあげることを、お部屋を美しく仕上げる基本セオリーと定義しています。こちらのリビングだと上空間、中空間、下空間、こちらのダイニングだと上空間、中空間、下空間、上、中、下それぞれの空間にしっかりと見どころを作ってあげることで、全体として美しいお部屋にすることができるのです。例えばこちらのダイニングテーブルやチェアは素敵な家具で揃えられていますが、上空間と中空間はぽっかり空いていますよね。せっかく綺麗な家具やインテリアを揃えていたとしても、空間のバランスが崩れているとお部屋全体として美しさが損なわれてしまいます。このように上空間と中空間もしっかりスタイリングすると、バランスの取れた空間を作ることができました。上、中、下それぞれの空間の足りないに気づくことで、一箇所にアイテムが集まりすぎてしまったり、大きな空きができて寂しい印象を受けたりという失敗を避けることもできます。はい、ここからは上、中、下の3つの空間の特徴とそれぞれの効果、役割を紐解いていきます。まずは上空間、目線の高さについてです。家具は床に置く性質上比較的低い場所に存在するため、一般的な住宅の天井高である260センチの空間に対して下の方に集まってしまいがちです。上空間には白く大きな壁が含まれますので、この空間にしっかりとあしらいを加えることで、お部屋の雰囲気が見違えるほど良くなります。ですので、上空間にはアイキャッチとなる美しいアイテムを配置することが大切です。次に中空間、主役の家具についてです。ソファーやダイニングといった大きな家具はお部屋の中でひときわ存在感があるからこそ、その家具を置いているだけだと見どころとして物足りない印象になってしまいます。リセノでは長く飽きずに使い続けるためにシンプルなデザインの家具をお勧めしていますので、彩るアイテムを加えることがより一層大事だと考えています。
ソファーの上には美しいデザインやカラーのクッション、ダイニングには花瓶やお花、収納家具の上にはアートやディスプレイといったように主役の家具の周りを彩りましょう。そして下空間、面積の大きな床についてです。下空間の彩りには2つのポイントがあります。1つはゾーニングを考えること。ラグマットを効果的に敷くことで、ここはリラックスゾーンと心理的に区分けができやすくなります。2つ目は床には物が集まりやすいということです。床はついつい物を置いてしまう場所ですが、この一時置きがお部屋が散らかって見える原因になります。この習慣を放置してしまうと、お部屋の配置バランスは下に下にと集まってしまいます。ですから床のスタイリングというのは整頓という意味でもしっかりと考えるべきポイントなんです。ここからはプロが実践している上、中、下それぞれのスタイリングアイデアをご紹介していきます。まず上空間、目線の高さのスタイリングで代表的なものは、1、ペンダント照明で飾る。2、フロアライトを配する。3、植物を取り入れる。4、壁を飾るの4つです。1つ目のペンダント照明はお部屋の中で最も目線に入りやすいものの一つです。消灯している時にも常に視界に入るものですので、サイズや明るさと合わせて消灯している日中にも美しく見えるものを選びましょう。また前回お部屋に円形を取り入れる良さについてお伝えしましたが、ペンダント照明に円形を取り入れるのもいいアイデアです。2つ目のフロアライトもペンダント照明と同様に消灯時に美しいものを選ぶことでスタイリングを美しくする手助けとなります。フロアライトはお部屋の角に置くことで空間の印象を和らげる効果も得ることができます。そして3つ目の植物。植物は人工物ではない独特の複雑性があるので、お部屋にいいアクセントを与えてくれます。大きなシンボルツリーが難しいという方はスツールなどに植物を載せるだけでも大丈夫です。小さな植物を目線の高さに配したり、つる系の植物を本棚や天井などから垂らすことはプロがよく使うテクニックの一つですので、ぜひ試してみてください。最後は壁ですね。壁はお部屋の中で最も大きな面積を占めるため、適切に飾ることで印象をガラリと良いものに変えてくれるんです。お気に入りのアート、デザインシェルフ、時計、ミラーなど壁を彩るアイテムは案外たくさんあります。たくさん参考画像をご覧いただきましたが、この空間でも上空間のスタイリングを取り入れてみようと思います。はい、いかがでしょうか。ぽっかり空いていた壁にデザインシェルフを飾ってみました。そしてお部屋の角にはフロアライト、ソファーの横には植物を置きました。目線の高さは目に入る頻度が高く、インテリアにおいて非常に重要なスタイリングポイントです。上空間をスタイリングしたことでお部屋の印象が上級者のような印象にぐんとアップしたと思いませんか。続いては中空間、主役の家具のスタイリングアイデアをご紹介していきます。中空間のスタイリングアイデアは、1、ダイニングを彩る。2、ソファーを彩るの2つです。まずダイニングについてですが、ダイニングは食事と関係性が深いため、ライフスタイルによってはソファーよりも過ごす時間が長いという方もいらっしゃるのではないでしょうか。ダイニングの横にはサイドボードと呼ばれる収納家具を置くことで、日用品などの片付けをしやすくなります。テーブルやサイドボードのエリアを中空間と定義し、ディスプレイなどをしっかり施すことでお部屋の印象をぐっと良くすることができるんです。ダイニングテーブルの上に置くものでは、最も代表的なものにお花が挙げられます。お気に入りの花瓶を選んで生花を生けると季節感も感じることができて素敵ですよね。また実用性を兼ね備えるシェーカーボックスなどの収納ボックスを置く。チェアにブランケットやお気に入りの布をかけて華やかな印象をプラスするといった方法もございます。そしてリビングの主役であるソファー。ソファーは飽きずに長く使えるシンプルなデザインを選び、小物で彩りと自分好みを加えていきましょう。アースカラーと呼ばれる色味のクッションやブランケット、
白などの無彩色であっても独特な織り柄のあるクッションなどを選ぶことでシンプルなソファーに趣を加えることができます。それではこちらのスタジオでも実践してみましょう。今はリネンのシンプルなソファーで少し物足りない印象ですが、はい、いかがでしょうか。手仕事感のあるクッションとシープスキンを加えてみました。主役のソファー周りがさらに華やかになりましたよね。最後は下空間、床のスタイリングです。こちらの代表的なアイデアは1、ラグマットを敷く、2、小さなマットを敷く、3、自然素材のカゴを使うの3つです。1つ目のラグマットは床のスタイリングの中でも影響度が大きいもの。シンプルなデザインのラグマットを敷いて調和を取るのもいいですし、ヴィンテージキリムなどの柄物を取り入れることで大きく印象を変えるのにも役立ちます。または小さなマットを敷くのもいいですね。キャビネットの前や玄関などの小さな範囲に薄いマットを敷くだけで華やかな印象をプラスすることができます。他には自然素材のカゴという方法もあります。カゴは実用性と衣装性を兼ねて使うことができるアイテムで、床に散らばった服やカバン、ブランケットなどを入れて整った印象にしてくれます。これはステージングの効果といって一つのステージの中にまとまっているように見えるテクニックです。自然素材のカゴは見た目にも柔らかなので置いておくだけで素敵に見える床スタイリングに欠かせないアイテムと言えます。それではこちらのスタジオでも実践してみましょう。今は下空間がぽっかり空いた状態です。ではスタイリングを加えていきましょう。はい、いかがでしょうか。ソファー前にラグを敷き、ソファー横にブランケット入れとしてカゴを置いてみました。上、中、下それぞれの空間にしっかりと見どころを作ることで、お部屋全体の印象がかなり良くなりました。さてここで一番最初の状態と比較してみましょう。こちらが最初の状態、こちらが上空間をスタイリングした状態、こちらが中空間をスタイリングした状態、そしてこちらが下空間をスタイリングした状態です。こう見ると最初はやっぱり物足りなく、それぞれの空間を彩る大切さが分かります。はい、空間を上、中、下に分けてスタイリングするというセオリーいかがだったでしょうか。最後にまとめますと、お部屋には必要な家具を揃えたけれど何か物足りない気がする、下はごちゃついてるけれど上はぽっかり空いていてバランスが悪いという課題が見られることがありますが、お部屋の空間を上、中、下の3つの空間に分けて考える、それぞれの空間を適切にスタイリングするというセオリーを使うことでリラックス感のある垢抜けたお部屋を作ることができます。次回はベーススタイリングとポイントスタイリングというお部屋作りの考え方について解説いたします。ぜひチャンネル登録をしてお待ちください。またコメント欄ではこの動画の感想やこんなことに悩んでるなどご相談もお待ちしております。こちらもぜひお気軽にコメントしてください。ありがとうございました。